真剣にやる。あやりにくいよね。あれには降りる降りる降りる。パンチのいわゆる威力で大事なのは硬さであり、重さであり、角度であり、面積であり、スピードであり、こういうのがありますよね。これをうち一つでもかけてはいけないわけじゃないですか。硬くしようと思って握れば当然前腕に力が入る。で前腕に力が入ると腕は軽くなる、軽くなるということは重たく打てないという結果になります、はい、だから握ってはいけない、力を抜いて打てないとダメって言うんですけど、言うのは簡単だけどそんなにやると怪我ばっかするんです、はい、でそれらを極力防ぎたいがために極端にやってるんだ。だから皆さんは土管割りのために極端にしてると皆さん思っておられるみたいですけども、決してそうじゃなくて、じゃあ僕こうちょっと打ってみましょうか。お願いします。こう右利きですか？右利きです。はい。ここでちょっとここですね。打ってみてください。ああ、骨にしみる。ああ、痛い。先生、痛いです。痛いですね。痛いです。はい。ここはね、いわゆる弁慶の泣きどころのすねより数倍痛いんです。はい。そうなんですね。でこれは拳自体を重たくするための目的です。で力を抜けるように。力を抜いてドーンと打てたらいいですよね。一回だけドーンと打ってみます。ちょんじゃなくてドンと。いやいやいや、今のがちょんなんですね。まだ足りないらしいですよ。いやマジで光栄ですよこれ。ああ、ダメ。骨が痛い。そうですね。はい。体のどの部位も力が入ってはいけない。こうね。でもう本当に力を脱力して、で無意識に当たる時はこの動きですから、3頭にだけが少し力が当たった瞬間にね、当たった瞬間だけ、たくさんの力じゃなくて、もう反応するぐらいの、で拳は一切こう軽くしか握らないと。どこにも力を入れてなくて、ただ振ってるだけなんです。止めてはいないんです。こんな感じですね。でこれ打つ時には手が重たくなれね、早く打てる、脱力して打てる、こういうことをイメージしてます。皆さんは極不鍛錬の目的をちょっと勘違いされていて、こんなゴツゴツした手を作るんだという、そういうイメージされてる。で一番最初の時に言ったように当たってなんぼなんですよ、パンチというのは。いくら鍛えても当たらなかったら鍛えたことは意味がないんで、だからより早く打つためには前腕の力を抜くしかないんですよね。で前腕の力を抜いて打つにはちょっと勇気がいるんです、痛いから、どうしても力入っちゃう、それをこの力を抜いて打てることが大事なんですね。こういう状態でもね。だからどうしても力を入れて打とうとするのだから、空手でもそうだけども、この拳しっかり握れって教えますよね。で握れば握るほどパンチは弱くなる、軽くなる、だから人間の腕一つ、例えばこうぐーっと体重をかけてみてください。下に抜けて。俺菊野先生、真剣にやりました。ああ、すみません。ちょっとふざけてました今。はい、いきます。体重をかける。せーの。ふっ。これでしょ。で、踏ん張ってくださいよ。めっちゃビクビクしてる。腕の力だけで真下にやってみますね。ああ、これは僕らも耐えれます。耐えれますよね。で、これが人間が力入れた時の重さと勘違いしてる。で、力を抜いて一つの角度を変えるか変えないかと微妙なところで、私がこう握った状態ね、こう分かるね、握った状態からふわーっとこう力抜きます。
その時に重さを感じてみてください。おお。もう徐々にとんでもない重さになってきました今。だからこれが目的なんですよ。先生は力を抜いていったってことなんですか。抜いていってめちゃくちゃふにゃふにゃにしてるの。もうなんか赤ちゃんみたいなやつに柔らかくなってそして倉本先生の重さがここに集中そうしてだから人間の体ってほら90キロは90キロですから、はいはい90キロが何かしたからといって100キロにはならないし200キロにもならない、はいでそれが証拠にこうやって取ってください、ここで私が触れていきますから、はい歩きながら、はい、うわっでこれは一つのパフォーマンスですよね、でこのパフォーマンスが何のためにあるかって言ったらこう掴まれて殴ってこようとしますよね。殴ってくるこのことを想定した時の展開ですよね、はい、でこうやられた時に殴ってくるから防御して止めなければならない、はい、で止めたとしたらここで崩したい、はい、崩した時に力では崩れないんです、だからさっきの要領で力を抜いてうわっやれば小さな力で重さがそこに一点に集中されて人が崩れる、はい、指をこうしても例えば力入れてください、私の指を折り曲げるぐらいにおらもうこの時点でちょっと勝てる気しないですけどね。でも力を入れなくてもまあ菊野先生よう合わせてくれるからね。いやいやなんでもう先生の手の形がまずおかしくて僕この時点で結構しんどいぐらいなんですけど今一生懸命入れてます僕。でこれでも一つのパフォーマンスで力が入りにくいようにするためにはどうしたらいいのかということの研究なんです。これはね、はい、指の形も大事ですけど形ですね、この形を今度なくしてもできるようにならないとダメなんです、はい、例えばこうしても、はい、うわこういう技の展開がなぜ必要かといえば無力化されていく時は一つの条件としては痛いということなんです。はい、痛いから抵抗できないじゃないですか、そうですね、はい、だからここでも嫌ですよね。もうめっちゃ今心折れました、ね、ちょっとこう、はい、ちょっとひねっただけなのに痛い、はい、痛いからやめてよってなる、やめました、はい、無力化ですよね。はいはいはい。それと一緒でこの無力化っていうのはもうやめようよって相手に言わすためにはとっても大事な要素、そうですね。でそのためのパフォーマンスであってこれも一つの展開といえば展開、だから例えばここに腕があって菊野先生も結構の腕力があってするんだけど僕はこの中指が一本ありますよ、はい、中指と触れるだけ、はい、でこの腕と引っ張り合いっこしたら、はい、普通どっちが勝つ？いやさすがに僕は勝ちますよ指一本は勝てますよね、はい、それは当たり前、はい、UFC ファイターですよ僕でここで指一本ですよ引っ張ってみてくださいおいこんなもんです痛いから、痛いからしかも痛いんですか今2つまず動かないし動いたらめり込んでくるしそうで僕は力入れてないの。力は菊野先生が自分の力でこの指が食い込むようにそうですねしただけでなんかフックがこうあってそこに僕は自分でグーって入り込んでいく感じでそうだから僕の力はそのままいるだけでいることを覚えるだけでいい、それがまずできないと思うんですけどねこの形で居続けるっていう、低視筋肉っていうんですけど低視筋肉は、痛い思いをさして私に、はい、で私の体が崩れるように力を入れてみてください。ここに痛い思いさせるんですね、はい、これを、ほらまあこんなもんですよね。はいはいはい、こんなもんです。でこれを力を入れないで、例えばここにね力を入れないで要はどういう痛みの種類を
相手に与えるか、あ、なるほど。今のは、まあ、痛みもあり僕は無力化されたって言ったんですね。コツとしては、骨にアプローチするにしても肉にアプローチするにしても一番硬いところの自分の骨を使ってるんです。はいはいはい。で力めは力むほど握るわけじゃないですか。すると筋肉が骨を守ってくるために肉が前に出てくるんです。ということは弾力性を持って相手に抑えてるから痛みがさほど伝わらない。なるほど、力んでると弾力性が増すと。だからここに握れば握るほど骨の周りに筋肉がくっつくじゃないですか。なるほどなるほど。丸くね。それを力抜いちゃうと骨が飛び出してくる。その骨を使ってるだけだ。もう一回言っていいですか。先生が力を抜いた状態。力を入れるとこんな感じなんですよ。ああ、なるほど。でこの状態から力抜いていくとああ、痛いわけですよ。痛い。で骨を鍛えてるんじゃなくて普通の人は先生の骨はって言うけれども骨は鍛えてるんじゃなくて骨を上手に使う。なるほど。力を抜く。例えば足を前に出してみて、はい。ですねがこうあって、はいで僕のすねをここに当てて、はい押してみてください。僕もね、極真空手やってましたからね。そこそこすねは。腹圧なんかでもそうですよね。お腹を硬くする。で筋肉でやるのか横隔膜でやるのかで硬さが違いますよね。横隔膜が下がれば下がるほどお腹ってこの硬くなりますよね。腹圧が上がるって上がる。親指こうして、私のこれを押して、こういう感じですよね。これ普通の腹筋力ですよね。でこの腹筋力が横隔膜を使ったら降りるこういうことですよね。でそれを息を吸っている時でも止めている時でも息を吐いている時でもこの腹圧を上げたままが四六時中保ってることが大事な。先生普段からそういう腹肌を作ってるってことですか。そう普通の人は息を吸った時硬くなっても吐いた時にはなかなかそれが維持できない。もうやばいですよ。この状態で例えばこの吸いますよね。今熱くなり硬くなりました。止めてます。今度吐きます。おお、もっと出ちゃう。吸っても吐いても常に横隔膜が下がった状態でコントロールする。まあでもこれはあくまでもパフォーマンスですから。実際にいきなり実践でお腹殴るやつなんかいないんで、やはり一番痛がるところを殴ろうとするわけじゃないですか。その辺にじゃあ自分がどういうふうに対処できるかという、使えないと意味ないんで、優しくしてもこれが高速で動いたらどうなるのかという、腕をこうして優しくこのぐらいで触ります。で耐えれるかどうかです。僕はここに居続ければいいですね。わかりました。優しく触りますからこのままで。でここで大事なのはこれはあくまでもパフォーマンスでしょ。これが何かの用紙にもし自分がこう捕まえたらこの今の動かし方でこれを高速で動かすんです。そしたらここは持つんだけど、こことここが関節がそれに耐えれるかということですよね。耐えれない時にはどういう怪我をするかというのを想像してください。僕は今からどっか怪我をする。いや怪我しない。だからこれがこのぐらいの優しさでやって倒れるのに、これが高速でもう絶対やばいです。それを研究してるわけです。できるように。だから実際にやると大変な怪我はそうですね。ちょっとしかも押されてる感じじゃなくてすごい持ってかれてるんで、多分ここも反応できずに置いてかれるというか、バゲってきそうな気がする。とりあえず30年後倉本先生に近づけるように僕頑張っていきます。もうその頃まだお元気で強くなってる可能性は。いや30年後だったらね若者になってますよ。そうありたいですけどね。本当に
本当に僕のね道の先に倉本先生がいらっしゃるなと改めて感じたので、またちょっと倉本先生を見習ってこう向上心を持って研究をしていきたいと思います。今日はありがとうございます。先生本当にありがとうございました。本当にまたぜひご指導ください。ありがとうございます。倉本塾の倉本成春先生でした。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。いやもうね、最高にいいのが取れたと思います。